こんにちは。お元気ですか？今日は5月2日の土曜日ですね。ということは、今日から要はゴールデンウィークっていうやつですね。連休の初日でございます。なので、会社員の人とかはね、もう今日からはちょっと開放感というかね、やっぱ1日目って最高ですよね。2日目も3日目ももちろん最高ですけれども、とにかくやっと連休入ったっていうね、あとは何日間休めるっていうね、あの気分って本当最高ですよね。だから今日は1日目なんだっていうのをね、何回もこう思い出して、それをこう反芻するようにするとね、ちょっとこの連休の嬉しい度合いが、このハピネス度合いがアップするんじゃないかななんて思ったりとかします。こうコーヒーを一杯飲んでプハーって思いながら、プハーってしながら、今日は連休初日だと思って、いや昨日までは仕事片付けるの大変だったな、頑張ったみたいな。でも今はゴローンとできる、今はコーヒー飲める、なんだったら横に寝っ転がってポテチとか食べながら漫画読んでもいいし、これから映画見ちゃったっていいしみたいなね。そういうこう選択肢がたくさんあって、疲れたんだったら寝てもいいし、何でも許されるし、頑張る必要ないんだよっていうのをね、自分自身でこう改めてその状況をね、しっかりとこう認識することによって、よりこう最高みたいなね気分を味わえるので、あのこうその生活で何かをしている時のつどつどね、今日連休の初日だっていうのをね思い出すとね、ちょっと嬉しいっていうね、っていうのを会社員時代はやったりとかしてました。私はね結構ゴールデンウィークとかそういういわゆるカレンダーでの連休、いわゆるサラリーマンというか会社員の人とかの休みの時はあの出かけないタイプの人だったんですね。っていうのも混んでるの嫌いなんですよ。そうそう。なので混んでるのも嫌いだし、ここぞとばかりにこうみんながこう連休だっていう動きをしてるのをなんとなくこうパッと見ると、街中とかでなんかね、こなんかね、自分はねスンとしちゃうタイプなんですよね。別にこうハスに構えてるわけじゃないんだけど、自分はちょっと天の弱なのかな、みんなと同じ行動をしたくないみたいなね、そういう世の中がこう右に動いてたら自分は左に動きたいというか、もしくはストップしていたいみたいなね、そういう部分があるので、こう迎合されるのが嫌いなタイプなんで、もともと。ただ連休中に遊びに行くっていうのはもちろん迎合とかじゃないですよ。ただベースがそういう気質なんで、結構自分が思ったことをしてたいタイプなので、もしかしたらこう他の人と同じ動きをしちゃった時に、なんとなくこの自分の本来のベースの性質的なものとズレが生じて、ちょっとこうもやっとした気分が生まれるのかもしれないですね。そうそう。だからなんていうのかな、単純に混んでるのが嫌なのと、あとはこの連休とかね、連休じゃないにせよ土日とかはね、結構いろんな施設とかが休日料金だったりとかするじゃないですか。レジャー施設とかね、それ系はもちろんですけれども、最近はどうだろう、こう昔はね結構ファミレスとかもね、平日しか安くなってない料金とかあったんですよね。土日はこの料金ないんだみたいなね、土日に行った時あれって思ったりとかね。昔はね土日休みじゃない仕事をしてたりとかしてたんでね。そうそう。ただね、サラリーマンになってからは
普通に土日で当たり前だけど出かけるのは土日とかそういう連休とかだったりしましたね。ただゴールデンウィークとかそういう明らかにこのカレンダーでの連休だとみんながわーって遊びに出るじゃないですか。だからその人が集まってる人混みに行くのがめんどくさいっていうのがあって、あの逆に連休の時は家でできる楽しみとかをしてましたね。だから映画をたくさん見るとか、あとはね結構私が好きだったのはTSUTAYAとかゲオとかね、そういうレンタルのところに行って漫画を借りてくるんですよ。で前から読みたいと思ってた漫画とかを大体20冊とか借りてきて、なんだったらちょっと気になってたやつがもう1巻から最終回まで読めるやつとかあったら今がチャンスみたいな感じで連休がね、そういうのをバッと借りてきて読むと。で私20冊続けて読むとかね余裕なんですよ。もう漫画大好きだから。そうそう、だから朝から晩まで読み続けてても全然余裕。もちろんね20冊って言っても漫画によってはその文字が少ないやつとかすごいコマが大きいとか小さいとかいろいろあるんですけれども、あのもう全然20冊とか余裕なんで、の休日にね普通にリュックバックパックを背負ってTSUTAYAとかまで行って20冊ぐらいバーッと借りて、でたくさん借りるとね1冊につき割引になったりとかするんですごい安く借りれるっていうのもあれなんでね、そういうのバッと借りて帰ってきて、途中でコンビニとかでおやつ買って帰ってきて家で朝から晩まで漫画を読むっていうのがねもう最高の私にとっては至福の時だったりしましたね。そんな感じでねゴールデンウィークは家でダラダラしつつプラス5日とか6日とかねそれくらいの休みとかだと1日ぐらい誰かと会うっていう予定を入れるのが結構普通だったかな。会うって言ってもねそんな頑張ってどっか出かけてレジャーを楽しむとかじゃなくてランチをするとかね飲みに行くとかね、それくらい外出はそれくらいがちょうどいい。本当に私にとってね連休があまりに長すぎる場合は真ん中ぐらいで誰かとご飯を1回食べる。あとは家に引きこもって好きなもの食べてダラダラしてもう夜中とかまで映画見たり漫画読んだりとか、なんだったら朝方までなんか見ちゃったりとか、あとは自分家で軽く晩酌したりとか、そういうのを楽しむっていう感じですね。で連休中にねずっとゴロゴロしてて1回か2回ぐらいはジムに行って軽く運動をしてぐらいのねそれがいつものパターンでしたね。でもたまに連休中でも旅行に行くことはあってっていうのもやっぱりねサラリーマンだとこなかなか長期の休みって取れないじゃないですか。サラリーマン以外もそうか、言うなれば日本の企業で働いてるとみんなそうじゃないですか。なのでやっぱりね海外とか行く時はねさすがに5日くらいは欲しいじゃないですか。近い海外とかだったらいいかもしれないですけれども、やっぱり移動で1日費やしちゃうとことかね、そしたら往復で2日間かかるなんていう感じになったらね、やっぱりある程度長く休み取んないと、せっかくお金と時間をかけてそこの現地まで行ったのにちょっと滞在してすぐ帰ってくるだと逆にもったいないので、やっぱりゴールデンウィークとかねお盆休みとかね、そういう一般的な休み長期休みの時を利用して海外旅行とかねそういう遠くに行く場合は出かけたりとかはしてましたね。そういう時はね飛行機代も高いんですけれども、悲しいかな、それがサラリーマンにはねそれしか選択肢がないのでねっていうのはありましたね。そうそう、だから本当は海外旅行とかもね全然一般的なカレンダーの連休じゃない時に行きたいですけども、
なかなかね、その有給を全部一気に使うって言ってもね、なかなかね、こう自分が持ってる仕事とかね、こう周りの人にっていうのを考えたらね、なかなかそんなね、10日間ここで有給全部一気に使い、まあ全部じゃないかもしれないけど、まあ10日間くらいこう一気に使いますとかは、ちょっと周りの人のことを考えたらね、ちょっと難しいですよね。でもお互いそれを助け合って、お互いそういうことができるようにしようみたいにしとけば、まあいいかもしれないですよね。そもそも自分がいなくなったらちょっとこう回らなくなってしまうとかね、そういうような仕事のやり方自体がね、すでにこうちゃんとできてない証拠でもあるので、そうそう、だからある意味、例えば同じチーム内とかでこう年間通して、まあ、お互いこう長期休み取れるようにしようよっていうのをなんとなくこう話し合っておけばいいかもしれないですね。逆の立場で、例えば自分が同じチーム内の誰かがこう長期で旅行に行くとかですごい申し訳なさそうに、長期でって言ってもそれでも多分気を使って本当はもっと長期で行きたいんだろうけど、何日間かっていうのとか言ってきたら、まあ、がぜなんて言うんだろなんだろう、私はやる気が出るっていうかね、もちろんもちろんみたいな、なんかね、すごくこう頑張りたくなりますね。そんなんお互い様だから、なんかね、逆にそれを楽しんできてほしいっていうか、そうそう、なんていうかね、私もそういうの時気を使うタイプだから、なんかお互いそういうの気を使わないようにしたいし、相手が気をまあ使っちゃうけど、そういうのを気にしながらもちゃんと頼ってくれるっていうのは嬉しいんで、そういうのをこうやってくれるといいなって思いますね。で、こう自分が担当してない案件とかでも、こうその期間だけ自分が担当することによって、まあそっちの部分が自分がちょっと理解できたりとかするんで、そうするとまた次回なんかがね、ハプニングが起きてその人が休んじゃった時とか、あのなんか自分が前よりもスムーズにカバーできたりとかもするじゃないですか。だからまあなんだろうね、こうサラリーマンはなかなか大変だけど、こうなるべくこう自分と協力し合うみんなとこうして長期休みがお互いに取れるようにできるといいななんて思ったりとかしましたね。で、まあ私もね、そんなにこう普段長期休みを毎回取りたいっていうタイプでもなくて、海外旅行に行くのなんて、まあ、多くても年に1回なんで、それ以外は逆に飛び級したいぐらいなんですよね。連休全然いらんっていうかね。そうそう。なので、まあ、なんていうか、まあ、休みの取り方はそれぞれの、まあ、その人の好みだったり、あとはこの環境だったりとかね、まあもちろん家族がいる人はね、その家族の人たちともスケジュールを合わせたりとか、あとはこうお子さんとかねいたら、やっぱりこうある程度旅行とかには連れてってあげたいし、あげるべきだと思うし、まあ、そういうのはね、結構こうお互い協力しながらっていうのは全然ありよりのありよりのありっていうか、なんだろう、まあ普通かなっていうふうに思いますね。まあ、ただサラリーマンって大変だよねっていうのはありますね。この先 AI とかがもっと発展していったら、もしかしたらそういう長期の連休が取りにくい問題っていうのもね、徐々になくなってくるかもしれないですね。まあそれに伴い別の問題とかはいろいろ出るでしょうけど、まあ、特にね、ちょうど今みたいな過渡期みたいな時はね、なかなかいろいろあるかもしれないけど、まあ、将来的にはね、もっと自由にこう人々が働けるようになるんじゃないかななんて思ったりとかしますね。うん。まあ、そんな感じでゴールデンウィークをね、それぞれ皆さんこう楽しんでおられると思うんですけども、一日中寝てるとかもね、すごいいい過ごし方だと思うんですよ。あのーやっぱりね、こう二度寝の幸せ感ってなかなかねないですし、そうそう。で、
やっぱり単純にね眠いって思った時に無理やり起きて仕事に行く、決められた時間に出勤するっていう生活をしてるとね、土日とかの二度寝ができた時の幸せ感なんて最高じゃないですか。それって私みたいに完全在宅で働いてて、特にどっかに所属してるわけでもなく一人でやってる場合とかって、あの二度寝なんてね、逆にしなさいって私思ってるんですよ。起きれないってことは自分にとってまだなんか疲れが取り切れてないってことだから、自然にまだ起きたくないって時はもう寝てるんですね。それがねサラリーマンに比べてすごい幸せなところなんですけれども、そうそう、だからサラリーマンの人とかが土日とか連休とかにね寝れるっていうのは、寝るっていうのを思いっきり楽しむのはねいいと思いますね。特に普段無理やり起きてって眠いって思いながらね会社行ったりとか、あとはちょっと寝不足だな今日って思いながら仕事してるとかね、そういう大変なことを経験してる状態だから、よりね土日とか連休に二度寝ができた時の幸せ度合いが強まるじゃないですか。やっぱり人間が感じる感情っていうのはもともとの普段とのコントラストがあるからだと思ってるので、やっぱりね私みたいに毎日二度寝してる人が、毎日はしてないけど眠いダメだもう一回寝ようっていう時に二度寝が簡単にできる私が今日二度寝できた幸せだったって思うのと、普段はもうそれが全然できなくて寝坊だ寝坊だなんて思いながらなんかまだ起ききってないのに頑張って支度して朝食も食べずに会社に小走りで行くとかね、そういうのをしている人が寝てる時っていうのは、やっぱり普段とその時のコントラストがあるから、やっぱりすごくハッピー度合いが違いますよね。でその二度寝もね寝すぎて寝て寝て寝てっていうのをね繰り返しちゃうと、この3日間くらいやっちゃうとあれですけども、やっぱり1日目ぐらいはもう1日寝ててもいいぐらいの感じで寝てもいいんじゃないかなって思いますね。今日は寝るということを最大限楽しんだみたいにね。そうそう、でもね結構世の中にはね、今日一日寝ちゃったなとか、なんだったら今日どこにも出かけなかったなっていうことで落ち込む人も結構いるみたいなんですけれども、私もサラリーマンの時ね周りで月曜日とか出社するとね、土日とかどこにも出かけなかったんですよって落ち込んでる人とかがいたりとかすると、いやそれの何が落ち込みポイントなんだろうって思ったりとかするけど、結構やっぱり一日何もしなかったっていうのをすごく自分は何もしなかったっていうふうに思っちゃったりとか、あとは自分が引きこもっていてしまって誰とも会わずにそういう状態だったっていうのをね、ネガティブな要素というふうに感じちゃう人はいるみたいですけど、うーんな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 のかな、回遊魚みたいな性質なのかな。生まれも泳いでないとエラ呼吸できなくて窒息して死んじゃうみたいな感じなのかな。カツオとかマグロみたいに。それもすごいなって思うけどね。うん、私はウミガメみたいな感じがいいかなって思いますね。なんか止まりたくてぼーっとしてる時はあのあの海の底の方でピタッとしてるけど、たまにスイーッと飛ぶように泳いででさらにたまには水の上から上がって砂浜の方までとことか歩いたりとかして、そうそう、ウミガメいいなって思ったりとかしますね。ウミガメみたいに行きたいな。わかんないけど、ちょっと何話してたのかわかんなくなっちゃったんですけど、そんな感じでゴールデンウィーク美味しいコーヒーを飲んで、なんだったら塩豆大福とか買ってきて食べるとかね、最高ですよね。そうそう、なんか話は変わるんですけど、私もコーヒー好きなんでよく飲むんですけども、あとは甘いものも大好きでよく食べちゃうんですけども、
コーヒーっていうとね、そのフードペアリングっていう考え方があって、考え方っていうのかな、あのコーヒーと何を合わせるとスイーツとかね、そういうのが美味しいかっていうそのペアリングがね、コーヒーのこういう味のこれ系のコーヒーにはこれが合うとかね、そういうなんていうか、知識じゃないな、そういうのがあるんですよ。でもちろん合う合わないっていうのはある程度人によって好みもあるとは思うんですけども、例えば私がこのコーヒーにはこれ系のお菓子が合うとか思って全く同じものを提供したとしても、他の人はいやこのコーヒーにはこっちの方が合うんじゃないとかね、そういうふうに思うこともあると思うんですけども、まあいいや、そのコーヒーのフードペアリングっていうのもあって、そのフードペアリング的な考え方で言うと、あのこれ系のコーヒーにはこうっていうのもあるんですけども、ちょっともっと大まかなあれで言うと、私コーヒーに結構和菓子が合うと思ってるんですよ。もう今細かいことを言わずに、あのコーヒもうコーヒー全般にっていうことにします。コーヒーの朝入りのこれにはこれが合うとか、そういう細かいことを言ってるんじゃなくて、コーヒーという飲み物には結構和菓子が合うと思ってるんですね。まあ中には合わない和菓子もあるかもしれないんですけども、で私結構好きなのが、コーヒーに塩豆大福を合わせるのが結構好きで、すごく合わせやすいのは、塩豆大福以外に合わせやすいのはシンプルに羊羹ですね。羊羹は結構コーヒーのどんな味でもすごく合わせやすいと思います。やっぱシンプルなお菓子だからかな。で塩豆大福もどんな塩豆大福かとかね、そういうのにも結構あったりとかするんですけど、ちょっとまあやばい、話がまたちょっとそれてきちゃったな。ちょっとこのフードペアリングのことはまた機会があったら別に話そうかなっていうふうに思うんですけども、私がこう甘いもの食べるの大好きなんでね。まああのえっとなんだろうな、まあ結構おすすめの本としては、なんで本がここ出てくるのかって思うんですけど、カフェバッハのあのが監修で書いたちょっと大きいハードカバーの本なんですけど、そのフードペアリングの本とかすごくおすすめです。ちょっと待って、話がちょっとどうでもよくなっちゃったんで、ちょっと話を変えよう。なんだろう、ここ最近だとちょっとね、うん、なんかちょっとこれどうしたらいいんだろうって思うことがあって、すごく話めっちゃ全然変わるんですけど、まあ私は今一人暮らしをしてて、いわゆるアパートに住んでるんですね。こうマンションとかじゃなくて、アパートなので、それでちょっとしたこうネックというか気になることといえば、やっぱりアパートとかって結構お隣さんとかね、上下階とかの音が聞こえたりとか、そういうのってあるじゃないですか、隣人問題で。別にねそんなにすごく悩んじゃうほどこう困ったことではないし、同じアパートに住んでる方とかは全然こうまあ常識のない人とかいないので、全然問題ないんですけれども、ただちょっとねこればっかりは私ちょっと苦手だなって思ってしまうっていうのがあって、それがねタバコの匂いなんですよね。私ちょっとタバコの匂いが苦手なんですよ。それでだからってタバコを吸ってる人を否定するわけでも全然なくて、単純にその匂いを嗅ぐと私自分が気持ち悪くなってしまうんですね、体質的に。だからあのタバコ全然吸ってていいんですよ、いいんですけど、私が気持ち悪くなっちゃうので、例えば同席してる部分とかではちょっとあの一緒にはいられないっていうのがあります。で昔と比べてね、今はその喫茶店とかね、そういう外のお店とかでも禁煙が増えたし、あとは分煙とかね、そういうのもちゃんとあるし、その分煙っていうのがね社会的にもう当たり前になっちゃったので、こうなんだろう、知り合いとか友人とかでもね、タバコを吸う時には当たり前のように席を外して吸ってくれるっていうのが今の世の中、それが普通になったので、全然私とかからするとめっちゃありがたいっていうあれなんですよね。もう私が小さい時とかね、電車にね
電車の席に灰皿ついてたぐらいですから。でなんだったら灰皿ないところとかでも普通に電車でタバコ吸ってて、電車の床の部分にタバコの灰とかが普通にパッパッて落とすのとか当たり前だった時代とかがあるんですよね。ちょっとこの話に行くとまたちょっと話それちゃうんであれですけど、だからそういう時代と違って今はとてもありがたいんですけれども、私が住んでるアパートでやっぱり私の部屋以外の方がタバコとかをね、多分お部屋の中で吸ってたりとか、場合によってはベランダで吸ったりとかされてるみたいなんですよね。でベランダで吸った場合はお隣の方がベランダで吸った場合は、私がこう窓を開けてる時はこうタバコの匂い入ってきて、あ、タバコだと思うので、こうやってすぐ私も窓を閉めるんですよ。でその閉める時とかにこうガラガラっていう音がすごいピチャピシャみたいに進めるとちょっと嫌味じゃないですか。なんか何タバコ吸ってんだくせえじゃねえかみたいな、そういう風なアクションに取られてしまうことがあるので、すごい気を使ってそろそろそろっと、なんて言うんだろう、でも全く音をさせないように閉めるのも変なので、ただ単純にちょっとこう普通に窓を閉めただけですよみたいな感じでそろそろそろっとこう窓を閉めたりとかするんですね。でまあね、逆にこう外でタバコを吸うのって当たり前のことなので、部屋で吸わずに、もしかしたらねお隣さんも1人じゃなくて多分2人とかで住んでるんじゃないかなと思うので、こう外で吸うこともあるのかなって思ったりとかしてあれなんですけれども、そうやってタバコの匂いが苦手で外で吸ったのが入ってきちゃうのはしょうがないなって思うんですね。自分がこう窓を閉めればいいだけの話なので。ただねちょっとね、なんかこれが困ったなって言ってももう解決策はないんですけれども、窓を閉めててもなんかタバコの匂いがしちゃう時ってあるんですよ。だから夜とかで完全にこう閉めてるんですけども、だからもしかしたらそれお隣さんじゃなくて下の階の人がタバコ吸ってるのかなとも思うんですよね。だからどっちから匂ってきてるのかわからないんですけれども、あの窓とかねを完全に閉め切っててもタバコの匂いがしちゃう時っていうのがあるので、それって防ぎようがないじゃないですか。それがちょっと辛いなって思うことがあって、ただねそれが毎日とかじゃないのでたまにあるので、それが辛いと思って、だから次自分が引っ越す時はこの賃貸物件とかで禁煙っていうところがあったら、もしあったらそういうのも参考にしたいななんて思いましたね。でもちろんね別にその賃貸の中でタバコが禁止されてなくて自分のお部屋の中でタバコを吸うっていうことって全然悪いことじゃないし、その人だってねまさかその匂いが漏れてというかね、この他の部屋の人のところまで匂いがいってるなんて思いもよらないと思うので、思いもよらないと思うし、その人がねだからといってタバコをやめなさいっていうのも違うじゃないですか。私もそこまで全然思ってないんですよ。だからその吸ってる相手に対して嫌だなとか思ってるわけじゃなくて、その状況に対してちょっとタバコが臭くて辛いよって思ってるっていう、それだけの話なんですね。あとなんだろう、ちょっとその賃貸問題でさらにもう一つ言うならば、ちょっとねこれも申し訳ないんですけど、本当申し訳ないんですけど、下の階に住んでるおっさんが、そのタバコ吸ってるかもしんないおっさんが結構声がでかくてそれがねちょっとねたまにもう嫌だって思っちゃう時があります。でそのおっさんもね2人で住んでるのかわかんないんですけど、人と喋ってる時の話もたまに聞こえてくるのもあれば、あとは結構そのおっさんのなんだろう、ため息的な声、あーとか、あとあくびをした後のうわーってあくびした後のわかるかな、あくびの後にはっ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 て言うんですよおっさんがあくびを
うわーはっ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 ていうそのはっはっはっはがねすごくそのあくびとはっはっはっはの音がね声がすごくでかくてなんかそれがねなんか嫌なんですよ嫌なんですよ嫌って思ってしまうことも申し訳ないんですけどもやっぱりね男性の声ってね響くんですよねこうよくアカペラとかのこの歌手の方とかでもこのバリトンボイスっていうんですか低いパートの部分の人の声ってこう多分ねこう響くんですよね。こうだから特にこう賃貸とかだとこう甲高い声とかはその横に行ったら声がでかいって思うかもしれないですけど多分こう壁と壁を通り越して聞こえる音としてはこの低い声男性とかの低い声とかの方がこうなんか聞こえちゃうんでしょうね。なので普通に下の階のおっさんとおばさんが話してる声はかすかに女性っぽい声も喋ってるかもっていう声に対しておじさんの声の方がものすごいはっきり聞こえるんですよね。単純に声がでかいっていうのもあるのかもしれないですけどもでも絶対にね多分こう低い声の方が響くんだろうなっていう感じはありますね。だからあとはね夜中のおっさんとかがこもしかしたらこうあくびとかも寝てるのかもしれないし、もちろん日中でもすごい聞こえるしあとはなんか怒ってる声とかもすごい響くし多分電話だと思うんですけれどもあとはくしゃみとかくしゃみした後のなんかそれとかもすごい響くしただねなんかくしゃみがこうなんだろう年齢がいくにつれてくしゃみとかが大きくなってしまうのはこう体全体の筋肉とかそういうのが衰えるからやっぱり音とかこう出るものとかをねこう抑え込むのがそういう力が弱ってるからどうしてもでかいそのままくしゃみとかでもうわーってこう出ちゃうっていうのをなんかのネットで見たかもしれないので多分ねそういうのもあってだんだん年齢とともにくしゃみとかも大きくなっちゃうっていうのもあるのかもなーなんて思いましたね。それを見てね私もくしゃみとかなるべくこう特に人前とかだと抑えるようにはしてますけれどもこう年齢とともにもしかしたら抑える力が弱くなってるのかもなーなんていうのを思いつつそういうインナーマッスルを鍛えるのって大事だよねって思ったりとかまたやばい話がまたそれちゃったんですけどそうそうだからそのおっさんのこう声とかもなんかそれがちょっとなんか苦手だなってこう思ってしまう自分にすごく罪悪感を感じちゃってるんですよ私だっておっさん別に悪いことしてないじゃないですかあくびとかあとはたまにこう変な独り言じゃないけどこう独り言じゃないんですけどうわーみたいなそういうなんだろため息簡単なんだろうわかんないけどそういうのが声がでかくてちょっとこうなんかちょっとそれが苦手だな嫌だなってそう思ってしまう自分に罪悪感を感じているというかねなんかねおっさん別に悪くないのにでもいやなんかうわーって思っちゃうとかそれが自分がね仕事してる時とか仕事してる時っていうか私は完全在宅ワーカーなのでいつもあの家で仕事してるんですけれどもそういう時はねノイズキャンセリングイヤホンをしながら仕事をしてますねそうそうだからあれなんですけれどもただこうなんていうのかなそうだからちゃんとねこう別にマナー違反のことをしてないんですよ。タバコあの隣の人とか隣と下の人がタバコ吸ってると思うのでそのタバコの件とかもう悪いことしてないしマナー違反なことしてないし下の階のおっさんの声がすごくこうなんかこうぶっちゃけちょっと不快に感じてしまうっていうのをねちょっとそれに自分自身も罪悪感を感じてしまってなんかねそれをどうにかしてくださいっていう気持ちは全然ないんですよ。ただ自分がちょっと嫌だなって思ってしまうことに罪悪感を抱えてしまうというかねそうそうそういうのはちょっとあったりとか思いますね。ちょっとこうやってねこう今言葉に出して話してるとすごくこうなんだろう
ちょっと困ってる問題みたいな風に聞こえてしまうかもしれないですけども、普段そんなに気にしてるっていうかね、それなんだろう、そんなになんていうのかな、困りごとというほどのあれじゃないんですけども、ちょっとこう日常の中でこそういうのがあるとちょっと軽く心の中で舌打ちしてる自分がいるっていうね。でそんなことにちょっと嫌な気分になってる自分って性格悪いんだろうかって思ったり、ちょっと罪悪感を感じたりとか、それもねすごくこう真面目に考えてるわけじゃないんで、何て言うんだろう、そよ風レベルで一瞬そういう風なことを考えるっていう感じですね。そうなんだろう、だからどうしたっていう話で、なんとかじゃありませんかとか、何か問題を提起するとかね、そういうことじゃなくて、ただそういうのがそうだよななんて思ったっていうだけの話です。別に解決策を求めてるわけでもないレベルのことなんですけども、そういうことってあるよねっていう感じでした。ということでゴールデンウィークをね、どうぞ皆様楽しんでください。それではまた。